こんにちは、大賀ちゃんです。今回はオールドノリタケと同時代の裏印その2を見ていきたいと思います。こちらは M インリースジャパンと呼ばれている裏印の器です。裏印その1でご覧いただいた M インリース日本同様、森村家の家紋である下がり富士を事業の発展の思いを込め上向きにし、中央に森村の M をあしらっています。上部にのりたけ、下部にジャパンと記されています。1918年から1941年まで使用されていました。これはローマ字でロイヤル染付と書かれた裏印の器です。ロイヤルは王室御用達から連想される高級品を意味しており、染付とは白地に藍色一色で模様が描かれた磁器を指すので、ロイヤル染付と名付けたと思われます。細かな模様は本来の染付のように手書きされたものではなく、精密な銅板プリントの転写画で描かれています。アメリカではブルーウィロー、つまり青い柳と呼ばれる図柄です。ロイヤル染付の裏印は1911年から1921年まで使用されました。こちらはロイヤル染付の裏印にシシリーと書かれた裏印です。ぶどうの葉、実やツタが白地に青で描かれています。なぜシシリーと付けられたのかは分かっていません。1911年から1921年まで使用されました。これは鳳凰の描かれたディナーウェアです。アメリカでは鳳凰バードと呼ばれる図柄です。写真中央のケーキ皿の裏印はのりたけ鳳凰メイディンジャパンです。この裏印はのりたけの本によると1916年からアメリカ市場向け商品で使われたとのことです。一方、ジョアンの本ではこの図柄のディナーウェアが1914年に出された広告に載っていることが示されています。この図柄は森村組だけでなくバンタイン商会など他の商社で扱われていたこともわかっています。大変興味深いことに、中央のケーキ皿以外の裏印は丸木印になっています。丸木印の裏印は前回の動画でもご紹介した通り、1908年から1943年まで英国市場向け商品に使われていました。こちらの花瓶の裏印はバンタイン商会です。バンタイン商会は1890年代には商社として森村組の最大のライバルでした。明治後期に横浜から名古屋に本店を移し、陶磁器輸出に力を入れていました。これはコラレンと呼ばれる技法で作られた花瓶で、裏印には特許番号が書かれています。コラレンはサンゴのようなを意味しており、ガラスビーズを表面につけて焼く技法によってサンゴのような見た目を作り出していることから、この名前が付けられました。特許の取得が1909年であり、バンタイン商会の名が記された新聞広告が
多数見つかっていることから、1909年から1911年の間、バンタイン商会がコラレンを扱っていたことが分かっています。右側はコラレンにつけられていることが分かっているウライン4種類です。いずれもコラレンが特許を取得した技法であることを示しています。そして中央は1911年2月に出されたバンタイン商会の広告です。ローマ字で書かれた金蘭とはコラレンのことを指していると言われています。一方、ロイヤル金蘭とローマ字で書かれた裏印もあります。こちらは大変紛らわしいのですが、コラレンではない器に見られます。バンタイン商会がコラレンを扱うより前、1905年や1907年にロイヤル金蘭という裏印を持つ器の広告が見られます。このロイヤルはヨーロッパの陶磁器メーカーのように王室御用達を意味しており、1905年の広告では日本の天皇家や貴族御用達とされています。このティーセットのうち、ポット、シュガー入れと4脚のカップ&ソーサーの裏印はロイヤル金蘭なのに対し、ケーキ皿とクリーマーの裏印はオリエンタルチャイナになっています。このアクアビーディングの図柄は20世紀初めには大変人気があった図柄で、様々な裏印のものがあります。左上の花瓶が IEC& カンパニー、上の段中央がロイヤル金蘭、上の段右がオリエンタルチャイナ、真ん中の段の3つは裏印なし、一番下の段はメープルリーフ印です。こちらの花瓶の裏印は金鉱山像です。盛り上げやエナメルの技法が施された花瓶です。金鉱山家は江戸時代初期から8代続いた京都粟田焼の名家です。この花瓶は7代目の宗兵衛によるもので、西洋向けに意匠を凝らしたことがわかります。金鉱山の輸出陶磁器の裏印は、金鉱山像、ローマ字でロイヤル錦日本や金鉱山などが知られています。この花瓶の裏印はロイヤル錦です。金鉱山で作られていますが、金盛り、ジュール、ぼかしなどの技法がオールドノリタケに通じています。オールドノリタケを扱っていた森村組は自社工場を持たない商社でした。1910年代までは主に瀬戸から白生地を仕入れ、専属絵付け工場で絵付けを行い、完成品を輸出していました。多治見貿易やバンタイン商会など、その他の多くの商社も森村組と同じようなビジネスモデルで磁器を輸出していました。オールドノリタケと同時代のオールドノリタケと共通する図柄や技法の器に、オールドノリタケとは異なる裏印が見られるのは、このような理由からです。裏印は商品を扱った商社のものばかりではありません。裏印その1でご覧いただいたように、田代商店のような問屋や、幼稚園のような絵付け工場の裏印もあります。裏印に関する国内の資料は、太平洋戦争時に
名古屋大空襲によって大半が消失してしまったのですが、アメリカの INCC が数多くの磁器とデジタル化された古新聞広告を照らし合わせるなどの地道な研究を重ね、40年かけてその歴史を紐解くことに成功したことを付け加えさせていただきます。今回はオールドのりたけとその時代の裏印その2をご紹介いたしました。次回はオールドのりたけとその時代の裏印その3をご紹介いたします。